はーい。こんにちは。柴崎ですよ。ねえ、お元気ですか？あ、お元気。よかったね。柴崎も今日もね、元気に絵描いてます。いつもね、柴崎の動画を見てくれて本当にありがとう。たくさんのコメントと高評価。もうとってもね、励みになります。また、もしよかったら、ちょっとチャンネル登録もね、お願いできると、一層、柴崎も幸せです。さて、今回はですね、柴崎があなたの絵を見て、独断で添削するコーナーです。今回の作品はね、柴崎が主催するシバーツのメンバーの方の作品の中から選ばせてもらいますよ。さて、どんな作品を柴崎はどんな風に直すのかね。では早速見てくださいね。はい、行ってみます。はい、では早速ね、見てみましょう。はい、こちらですね。よいしょ。はい、山66さんからですね。はい、今日は雨だったので、また尾瀬を描きました。すごいね。数年前に尾瀬で撮った水場所の写真を参考に描いてみた。今回もマスキングを使いました。春の水場所を咲く尾瀬の雰囲気が感じられたらいいかなというわけですね。で、お写真と絵が一緒にあります。見てみましょう。よいしょ。これが写真ですね。確かに尾瀬ですね。湿原でちょっとこう水が溜まっていて、そこに白い水場所がいっぱい咲いてますね。で、これをどのように描いたか。よいしょ。なるほど。こう描いたんだね。はい。この水場所を描いたというから、どうかな。ちょっと柴崎なりにね、ちょっと分析しましょうね。水場所なんですけどね。ここにこう、根っこうずっとあるんですよね。あるけど、少し小さいかな。ねえ。確かに、水場所ってね、詳しい人はそうかと思うんでしょうけども、もう少しですね、水場所にぐっと迫ってみたいかと思います。だから、どうでしょうかね。この辺ね、この辺ぐっと、少し拡大気味にフォーカスしてですね、それで前景の大きめな水場所と遠くの方のですね、少し小さめの水場所の塊を作ってですね、それでさらにですね、この空間を作る意味で、この遠方ですね、これももうぐーっと遠くに入れて、奥行きがありながら手前の方の水場所をちょっとはっきり描くというようなことをしてみたいかなと思います。はい。では、そのポイントで実際に描いてみましょう。はい。ではやってみましょうね。この風景ですね。そして、これをこのように描いたというわけです。僕見比べてみると、かなり写真を忠実にっていうかですね、それらしく書いてるというような感じですので、どうしようかな。じゃあやっぱりこれを参考にしましょうかですね。はい。それで、この水場所がですね、とてもたくさんうまく書いてるんですけども、ちょっと小さいのでね、もう少し水場所にこう近づいてですね、だからもう少ししゃがんだ感じでこの風景を見たというふうに書いてみたいと思います。はい。ですので、そうですね、ちょっとお待ちください。よいしょ。今、ノーカット、ライブ配信状態でやってますので、ちょっとね、手順が悪くて申し訳ありません。このくらいの大きさに書こうかな。このくらい書くね。よいしょ。
ごめん。この回に書くね。ですので、しゃがんでみた感じですね。ですので、少し、地平線じゃないけども、これを少し下げましょうか。下げて、こちらから、これ雪山がここにあるのは、こう来て、なんかこうなって、いろいろあると。こんな具合だね。このとこ木が立ってる。こうやって、これが、現場に借りてね、資料ですね。これちょっとジグザグにした方がいいかな、こうやって。本当はどうだったかわからないんですけども、それでですね、この水橋をですね、もうちょっと大きく書きましょうかね。はい。もちろん遠くは小さくていいんですけども、水の中にも入ってるんだよね。こうやって。で、手前のと、中継のと円形のとかですね。そういうことがいいかな。ここはなんか笹が入ってるんだね。こうなってるんだ。で、枯れ草かなんか枯れ木が覆ってるんですね。こういう状態だ。はい。だからもうちょっとこっちを置こうかな。水場をですね、もうちょっと大きく書きましょう。それで、これをですね、ご本人はマスキングで、これ白抜きしたとおっしゃってるので、じゃあ柴崎もちょっとマスキングかけますからね。ちょっとお待ちくださいね。はい、マスキングです。よいしょ。でこの辺にいくつかですね。少し大切なものですからちょっと大きめにですね。で、こうやってちょっと映った感じ。たくさんあるとことポンポンとあるとこ。こんな感じかな。それから中継にこの辺に今花がある。こうかな。それで遠くの方に絵がちっちゃいからね。たくさん水場所があると。こういう感じでいいかしら。トン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 。ですね。はい。結構変形の方、豪華に書いておこうかな。これ辺だね。はい。よいしょっと。はい。それでは塗っていきましょうね。空ですが、水場を白く見せたいのでですね、少し空は実際もちょっと少し暗めにですね、塗り始めます。それでここに雪の積もった山があるんだな。じゃあ紙の白を残してですね。またでもこの雪山の白さはですね、また上から色を少しかけますね。こういう状態のスタートです。それで、このあっちこっちあるとこ入れときましょうか。はい。で、で、空はですね、こうやって、ちょっと変化つけましょうね。雲が動いてるって感じかな。この回がいいかな。こうだね。このくらい。それで、このまんま、円形の山ですね。ここで雪を残して、こんな感じでしょうか。こうですね。はい。こんな山ですね。はい。で、こうなったので、
このように薄く色をかけて、遠くの雪山ですね。このくらいかな。うん。さらに手前と来るというわけですね。みんなブルーっぽく。このように、明度差をですね、手前ほど暗くというようにすれば、おのずから空間感が出るということですね。左右一緒に描いていきましょうか。こうだよね。こう描いて、こう描いたらどちらかを暗くですね。こうかな。どんどん暗くですね。こうかな。どんどん暗くいきます。この思い切って暗く塗れるかどうかですね。これをね。それで、少し前傾来ると、パッとこう明るくなってくるんだね。こんなのとか、こんなのとか、こんなのとか、色をこう少しずつ変えながら、描いていきます。こうかな。よいしょっと。こんな具合。それで、同時に、こうね、白い植生もあるようですので、こういう木をですね、ここに立ち上げておきます。引っ掛けないかな。こんなことでいいかな。さらにですね、ちょっと待ってください。こっちゃいました。よいしょ。白く枯れたような木もあるのね。なんかこう、鉱山の具合ですね。いろいろありそうですから、そういうものを描きながら、この針葉樹ですね。ちょっと待ってください。よいしょ。ノンストップで書いてますので、ちょっと慌ただしいですけど、ちょっとお待ちくださいね。こうなんですね。こういうのを、これもある。よいしょ。こうだよね。このくらい。はい。ちょっと遠方っぽく見えるかもわからないので、この調子で、今度は手前と書いていくんですけども、この池を最初に描きましょうか。このくらい色かな。
こういうところこう紙の白を少しこう残すようにして明るくですね。こうでしょうかね。それで、手前を塗ってきます。こうだね。このくらいですね。はい。あと、何か枯れ草がこう、水の中に入ったまま、の状態というのがあるようですから、そういうのもちょっと書きましょうか。何か、なんかこんなとこですね。こんなんなって、これもなんかありますよね。こうなってる。もうこう岸の方もちょっとこう暗くなってあるんだね。岸のあたりがこう暗いんだね。こんなことかな。で、これが水に映っている。こうだね。もうちょっと枯れた。こんな色も入ってる。どんどん暗くですね。こんなのも入ってる。こうだ。こっちの方もちょっとそんなのが。こうあって、こうかな。それで、岸辺のあたりも、何か、こう、くすんだ色で、こうなってるね。まあ、これはこう塗りながら同時に、さっきマスキングした、水場所がですね、こう少しはっきり見えた方がいいかなということの、計画でもあるんですね。明暗の差で、そういう形を出してみようとね。で、遠くの方から、こっちから塗ってきます。ですね。よいしょ。明るくですね。よいしょ。こうなったり、こうなったりして、だんだん手前と来るようにしていきますね。こうかな。こうだね。だんだん緑がこうはっきりしてくるという状態を作っていって、で、この水たまりか池かわかりませんけども、そこの部分に至ってくると。こういうことですね。これでいいかな。こうだね。はい。ちょっとこんな色も。こうだよね。で、こっちもこう入ってきて、少しこう、ちょっと華やかにですね。
色の関係をちょっとはっきりとですね、こうかな。作って、これのこう色の作り方ですね。こう一工夫あるといいですね。これを工夫しないと、こう、色の扱いがこうちょっと単調になりますので、それで、手前の熊笹ですね。こうかな。そうですね。はい。それってなんかここに細い木がいっぱいあるんですよね。細い木が。こんな木ですよね。こんな樹木があるので、それを描きます。ちょっと色を作ってます。ちょっとお待ちください。この辺ですね。で、これが、ちょっと水の中に映ってると、こういうことでしょうか。これもありますね、なんか。これは枝ぶりが、こうなったり、こうなったりしてるのか。なんか、あっちこっちこう水辺に入る木なのかな。なんか、このようになってますね。それから、ここに枯れた草ですね。枯れた草がいろいろあるんですね。こうなっていて、それがちょっとこう水に移ってですね。こういう具合かな。こう、なんか、細かいのは、ちょっとこういう具合ですね。はい。さあ、それで、ちょっと乾かします。はい。では、ちょっとマスキングを剥がしてみますね。
かな。はい。よいしょ。はい。水芭蕉ですね。はい。で、水芭蕉が見えてきましたので、水芭蕉の内側の日陰をですね、こう、ちょっと描いて、立体感ですね。よいしょ。こんなところにちょっと水芭蕉を描きましょうか。こうだよね。それから、葉っぱ。まあ、あまり詳しくは書く必要ないと思うんですけども、水芭蕉の特徴みたいなのがですね、やっぱりこう咲いて見えた方がいいと思いますし、やっぱりこう大小があったわけですよね。それで向こうの方はグループとして、しかもちょっとこうですね、対比を弱くして奥の方に押し込んでしまいます。で、先ほど書いた前景のこう要素ですね。それをこう足すことで、奥と手前の関係を分かりやすくしたいと思います。あと水芭蕉はですね、この中がなんか黄色い、ここに花があるのかな。なんかこうなってんだよね。だからそれをところどここう入れまして、その雰囲気を作ります。このぐらいかな。よいしょ。ちょっと微調整しますね。はい。これで水芭蕉の咲いた水辺です。はい。ちょっと、なんか書こうかな。そうですね。まあ、この水芭蕉ですね。花を大きくして、まあ、強調するというわけですね。だから、ここをですね、下げると。まあ、円形はとてもよくできてますね。そうだな。まあ、
そうですね。ここを明るく見せるために、こっちもうちょっとここ全体にですね、ブルーグレーで暗くですね。すると、こっちが明るく見えるというですね。そのくらいかな。あとはとてもよくできてますのでね。じゃあもう一言言いましょうか。単純化ですね。このあたりですね。はい。これでいいかしら。はい。以上です。はい。ねえ、これでしたね。水芭蕉のある、ね、風景ですね。もう元読むとすごく素晴らしかったんだよね。ただちょっともう少し水芭蕉を強調しましょうかという話で、こうしてみました。ね。参考にしていただけたら嬉しいです。あとですね、柴崎は月に1回、アートクレヨンを使ったお教室を開いてます。ね。ペンテルさんの本社にある教室なんですよ。もうとってもね、その教室に来ただけで、うわーっと驚くくらい立派な教室です。毎回ね、その時に沿ったテーマで、柴崎はあなたと一緒にアートクレヨンでお絵かきします。ぜひお越しくださいね。その申し込み等ですね。ちょっとこの動画の概要欄を見て、くださいね。さあ、ということで今回は柴崎があなたの絵を見て、独断で添削するをやってみましたよ。はい。次回、またすぐにお会いしましょうね。はい。柴崎も楽しみにしてます。それまでどうかお元気にね、お過ごしください。はい。どうもありがとう。またすぐにお会いしましょう。